はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、フライトレビューの前にちょっとトランジットで、利用しましたね。こちらのホテルのご紹介からしたいと思います。トランジットホテルという割にはね、結構距離があるんですけど、空港から、ホテルオークラのね、ガーデンホテル上海というねところに、一泊しましたので、そちらをね簡単に軽くご紹介したいと思います。上海経由で東京まで行くということなんですが、到着したのは、プートン、上海プートンで明日はね、ホンジャオからになるんですけども、乗り継ぎの時間が結構あったので、一泊しましたよということですね。ちょっとね、タクシーでじゃじゃっと、移動しましたので、なかなかねどこを見て回ったとかそういうことはないんですけども、泊まるのは、大倉をねちょっと手配させていただいて、今ねノービザでね入れないので、トランジットビザ的なやつでね、入国しましたけれども、少し詳細知りたい方はねこの前の動画、シンガポール上海の動画にね少し載せてますので、ご覧いただければなと思いますが、お部屋はこんな感じ。本当に大きなホテルです。ホテルオークラのね上海は大きなホテルなんですけども、シングルユースだったので、十分な広さ、部屋は広いし、ベッドもね十分な大きさだったんですが、景色はこんな感じでね、一泊ね新ドルで160ドルぐらいだったと思います。160か170ドルぐらいか、それぐらいだったと思いますね。5つ星なんでね十分な、結構安めじゃないかなと思いますね、料金的には。で、晩飯夕食ですけど、大倉といえば私の中ではやっぱり和食は山里というところになりますので、ちょっとね和食食べちゃおうかなみたいな感じでした。どっか出歩くって言ってもね全然情報がなかったので出歩くこともせず、ちょっと山里でね、東京の山里には僕は行ったことないんですけど、実はオランダのねアムステルダムにも大倉があって、そこのね山里は一度行ったことがあって、お寿司をねランチでお寿司をいただいたんですけども、その時もね日本の職人さんがね寿司を握ってくれて、オランダなのにと言ったら失礼かもしれないですけど結構美味しかったんですよね。なのでそういうのもね期待を込めて、5つ星ホテルですし結構いいかなと思って、予約してね見ましたけども、カウンター席テーブル席があったんですけど、これコース料理ですね。予約してる一名客は私だけでしたね。寂しいとかいうのもないですけど、なんとなくね全体的に寂しかったなみたいな感じはしますけどね。でコースいろいろあるんですけども、やっぱり私はおっさんはですねいつも通りねアラカルトで行こうかなと思います。ちょっと食べてね、アラカルトお酒飲んで、退散しようかなと思ったんですけども、最初は生ビールからで、お酒飲むとついてくる小鉢はひじきでしたね。でこれが前菜3種盛りっていうやつだったと思います。で鶏を煮たやつ、あと左その横が、味南蛮ですね。であと上がね山芋短冊に何かしらみたいなやつだったと思います。ちょっとねなかなか説明になってませんが、で可もなく不可もなくといったところがこの前菜および小鉢のねコメントかなと思います。この山芋のやつはね結構美味しかったのは美味しかったですね。上品な出汁で美味しかったですけど、どうでしょうね。正直に言うと、
まあこんなもんなのかなみたいなちょっとコメントになっちゃうんですけどね。まあ、この味南蛮はね、まあ、それなりに美味しくいただきましたね。なんか箸でつまめないようになってますが、まあそれなりに美味しくいただきましたけれどもね。ただね、このひじきがなんかこう手作り感があんまなかったんですよね。なんかわかんない、既製品なのかななんてちょっと思っちゃいましたけどもね。まあまあ2杯目、これハイボールですね。ハイボールを飲んでおりますが、まあ本当忖度なしで言うと、まずですね、お酒の提供がちょっと遅いですね。生もそうですけど、まあ、ハイボール頼んでもなかなか出てこない。お客さん少なかったんですけどね、決して多いとは言えない状態だったんですけど、なんかこう一個一個提供が遅いんですよね。なんかまあなんて言うんですかね、ちょっとやっぱ中国の景気を表してるのかもしれないですけども、でこれが私の大好きな茶碗蒸し、カニ茶碗蒸しだったかな、だったんですけど、まあもう見たらすぐ分かる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ要は蒸しすぎかなと思いますね。素が立ってたので、これはちょっと蒸しすぎだぞみたいなね感じですよね。滑らかさもないし、中がねこう空洞がありますよね。なのでちょっと味はねちゃんとしてるんですけど、これはちょっと残念だなと。茶碗蒸し好きですしね、私ちょっと残念だなと思うようなところでしたね。まあ先ほどねちらっと言いましたけどね、中国やっぱりね上海経済圏ですけど、やっぱちょっと景気が悪いのが、この日金曜だったんですけどね、金曜だったんですけど、ちょっとねお客さんそんなにいなかったんですが、でこれがタイかぶと焼きですね。煮付けもできるんですが、まあ私は塩焼きに今回してみましたけれども、多分冷凍してたんだと思います。冷凍してたものを、まあ解凍したのか、解凍したんでしょうね。解凍して焼いていただいたんだと思うんですけど、これもねパサパサなんですよね、身質がね。っていうより僕がシンガポールでねいつもお邪魔してるお寿司屋さんだとか和食屋さんだとかありますけど、やっぱそこが美味しすぎるのかなとも思ったんですよね。ちょっとね美味しいもの食べてるんだなっていうのも同時に実感しましたね。でまあねやっぱり魚ね禁輸措置を取ってるのでなかなか提供しづらい業種もあると思うんですけど、まあその限られた食材でねやってらっしゃるんだろうなとは思ったんですが、ちょっとタイはバサバサで、握りお寿司頼んだんですけど、シャリの大きさはちょうど良かったんですね、私には。でこれサバですけど、これはしめサバですね。これもそのサバ自体はちょっと乾燥してるっていうねしめサバなんですけど、なんかこう潤いがないみたいな感じでねちょっと食べてましたけど、でこれは漬けマグロです。はい、漬けマグロはまあこんな感じかみたいなとこですかね。まあざっくり言うとちょっとサバのお寿司、あとマグロもまあ正直ちょっとこうそれなりのお金払って食べるグレードではなかったです。はい。まあ頑張ってほしいんですけどね、本当に頑張ってほしいんですけど、でこれはアワビですね。なので基本的にね僕ウニとか食べるんですけど、ちょっとどうなのかなと思ったんで頼まなかったんですね。でまあ頼まなくて正解だったかなと思いますね、正直。はい。でまあこれだけだとねちょっとお腹すくんで梅しそ巻きといつものとろたくを頼んだんですが、まあ多分日本の職人さんいらっしゃらないと思います今は。もしかしたらね景気が良くなってお客さんが戻ってきたらねまた日本の職人さんが来るんじゃないかなと思うんですけど、シャリ海苔巻きに関してはシャリが緩いっていつも言っちゃいますが、シャリが柔らかかったですね。
なのでその中身のね、そのトロタクだったらトロがどうこう、たくあんがどうこうとかね、梅味噌だったら梅がどうこうとかね、大葉がどうこうとかあるんですけど、もうシャリが柔らかいので、ちょっとなーっていうところからもう入っちゃったんでですね。で中身もね、いつも僕が食べてるこの2つはもうね、本当シンガポールで美味しいものをいただいてるんだなって本当に思ったんですけど、海外で食べるとね、こんな感じが普通って言われたら普通かもしれないですけど、とかく本当先ほどから言ってるシャリが柔らかいので、ちょっとどうしようもないなという評価のしようがない。本当はね、山里なのでシンガポール対山里みたいな感じで考えたりしてたんですけど、ちょっとしんどかったですね。でもね、末永く本当頑張っていただきたいなと思います。はい。てなわけで翌日になりまして、上海本ジインターナショナルエアポートに来ました。で、今回乗るのはね、上海から羽田行きの、上海航空ですね、上海エアラインズになるんですが、上海まで来る飛行機、シンガポールから上海まで来る飛行機は何のこっちゃっていう動画も上げたんですけど、中国東方航空でブッキングしてたのに、機体自体はね上海航空だったんですね。で、それはもう全く分かんなかったというか感じなんですけど、この上海羽田行きに関しては中国東方航空のコードシェアとしてオペレイティッドバイ上海エアラインズって書いてあったので、チケットにはなので上海航空に乗るんだろうなっていうのはもう分かってましたけどね。で中国東方航空とね上海航空はもう完全中国東方航空の完全子会社なので、今ラウンジに向かっておりますけれども、中国東方航空のラウンジが利用できるということですね。でおそらくこれ、チャイナイースタン上海航空の、本拠地になると思いますので、それなりにねちゃんとしたラウンジなんじゃないかなと思ってね、ちょっと期待して行っておりますけども、シンガポールのねラウンジはちょっとねリノベーション中でもうほんといまいちなラウンジだったので、上海のねラウンジはねこう一番奥の一番やっぱ立地いいんでしょうね。ここが一番立地いいだろうなというような感じです。でバーカウンターあってシーティングエリアがあって広いんですよ。広かったですね。これ今一応倍速で流してるんですけど、シーティングエリアがすごく広かったですね。で、ここにちょこっとねコーヒーと、お菓子だけ置いてあって、でその通路廊下をまっすぐ行くと、食事のスペース一番奥になりますけどもね、食事のスペースがこのように広がってますよということで、朝ごはんですね。朝ごはんで、持ってきたのが当たり外れの少ないチャーハン、当たり外れの少ない目玉焼きみたいなね感じで、取ってきましたけどもね。で僕これが好きなんですよね。この高菜を炒めたようなやつなんですけどね、これがあれば何でも合うんじゃないかと思ってます。中華料理これとチャーハンも合いますし、横にねマントをね置いてますけども、それにも合うんですよね。なのでこの高菜炒めがめちゃくちゃ美味しかったっていう感じで、パスタはねクリーム系のパスタですけどなるほど普通に食べれました。パスタもね食べれましたしね、冷食でしょうけど、この肉まんと、横がね野菜のまんとうなんですけど、そちらもね美味しくいただけましたしね。このチキンソーセージだけちょっと僕はちょっと口に合わなかったですね。ちょっとかなりの、薬品っぽい味を感じたのでちょっとしんどかったなとは思いますけどね。でこれがおでんって書いてあったんですよね。
日本のおでんとは全然違います。もうだしもちょっと辛いみたいな感じでネタもなんかね白菜みたいなのが入ってたんですけど、まあそれはそれで煮物としてね食べましたけど、で今この食べてるね野菜の饅頭ですねがまんじゅうですね。饅頭、中国語で饅頭ですけど、これがね美味しかったです。肉まんいや豚まんですねよりもこっちの方が美味しかったですね。これはちょっとハマりました。でそんなに食べれないんですけどちゃんとヌードルバーもありましたので、ちょっとヌードル食べるのはちょっとしんどいんですけど、プースーとしてねちょっと頼もうかなと思ってね、どんな感じなのかちょっと皆さんね見たことない方はねちょっと見ていただこうかなと思ったんですけど、プースーとしても全然提供してくれます。麺なしでちょうだいと言えばね大丈夫なんですけど、ほとんどの方がもうこれ頼んでらっしゃいましたね。中国の方はほとんどこのラーメンを頼む。要はこれあれですよね、中国全土どこにでもある蘭州ラーメンですよね。オランダの蘭に州って書いて蘭州、ステイツの州ですねって書いて蘭州ラーメンですね。要はラーメンの起源と言われる中国のラーメンですよね。でこれ基本的には自分でね今先ほどね僕ネギ入れましたけどここに置いてある醤油だとかねスパイス系で自分でカスタマイズするようなラーメンですね。で僕はさっき取ったのがその僕の大好きな高菜炒めなんですけど、でそれであと干しエビも入れましたかね。ネギ干しエビ入れてで高菜入れてみたいなで醤油垂らしてっていう感じでこれ、自分で味付けしてでラーメンなので当然ね麺は指定できる。で春雨も確か指定できると思います。小麦粉の麺ではなくて、これはこれでねやっぱ美味しいんですよね。もうなんかね中国でね魚関係で住んでたことありますけど、これはこれでね自分でカスタマイズできるので、これはこれで結構僕は好きな味なんですけどね。薄いチキンベースの出汁に自分で味付けをするというような感じになってますけどね。往々にしてさすが本拠地なので十分楽しめるというか、特に朝でしたけども卵料理だなんだっていうのもそれなりに揃ってまして、もちろんお酒もありましたけど、いいラウンジでしたね。僕は結構満足しました。本ジャオ空港の、中国東方航空と上海航空のラウンジですね。でこれは別に関係ないですけど、喫煙所から撮ったね動画なんですけどね。でこれが、2、3席ありましたかね。マッサージ機と思いきや、ゆったり座れるリクライニングシートみたいな感じでしたけども、ここでもね多少時間を潰しましてね、搭乗口に向かいたいと思います。はい。でこれが、T の11、ね、搭乗口着きました。いよいよ乗り込みますけども、僕が調べてた時の機体とちょっと違ったんですよね。いい意味で裏切られましたね。 A330 A330 だったと思うんですけど、実際ですね機体は新しくなってましたね。ボーイング 787-900 ということで、新しい機材になってたので、これまたびっくり。プライベートスイート仕様でしたね。上海から東京ってね2時間半ぐらい、実質2時間半ぐらいで着いちゃいますよね。なのでものすごい贅沢だなと思いました、このシートに関しては。はい。でこれドリンクメニュー、上海航空のドリンクメニューですけども、シンガポール上海のフライトと全く一緒の、メニュー構成でしたね。はい。ビジネスですけど、シャンパンとかはない感じで、ね、赤ワイン白ワインちょこちょこ適度に積んで、ビールがあってみたいなね感じでしたけどね。で、これ映してますけどね、実質2時間20分のフライトですね。ブリッジ出たらもう2時間20分で着いちゃうよっていう感じなんですけども、
2時間20分のフライトでプライベートスイートははっきりと贅沢ですよね。ビジネスクラスでさえね贅沢だなとは思いますけど、それがプライベート仕様ねであればもう言うことなしだなと思いますね。で、この、コントローラー系もねスタイリッシュに出来上がってまして、上海までのフライトでも言ったんですけど、ただね機内のエンターテインメントからすると昨日の今日なので全く見るものも変わらずにということなので、もともとね見るものが少ないんですけど、ほとんど機内のエンターテインメントは使いませんでしたね。はい。で、これがね僕はちらっとお伝えしようと思ったんですけど、よく中国はねその Google 系使えないとかね、いう話だと思うんですけど、これがね面白いもんで、これ僕がショートでよく見ているねあれなんですけど、魚さばいナルトウイチさんのチャンネルのねショート動画なんですけど、一般的な 4G だ 5G につなぐと実は YouTube も見れるんですよね。でところがプライベート、例えばこれだと、上海航空の Wi-Fi だとかね、さっき大倉ホテルに僕泊まったんですけど、大倉の Wi-Fi につなぐと実は止まっちゃうんですよね。見れないんですよね。それをちょっとお伝えしたくて僕今も動画を撮ったんですけどね。だからなんか Google が全然使えないんじゃなくて、なんかパブリックであればなんか使える感じで、プライベート Wi-Fi につなぐと使えないみたいな、なんかそんな感じで僕は捉えちゃいました。違ってたらすいません、申し訳ないんですけどね。なので Google マップもタクシーに乗ってる時は使えたんですけど、大倉に着いたら使えなかったみたいな、そんな感じだったんですよね。違ってたらね、申し訳ないですけど、もしね中国入られる方は参考になれば幸いでございます。ではね、いよいよ離陸となります。本当、上海の滞在短かったですね。14、5時間でしたけども、目的地はね日本なので、久しぶりに20何年ぶりに上海降り立ちましたが、今度来る時はですね、もうちょっとね長く滞在したいなと思いますし、僕はね山東省によく行ったり、遼寧省によく行ってたんですけど、上海はだいぶ昔に来て、でおっさんはですね北京に行ったことがないんですよね。なので北京と上海とね今度中国来る時は行こうかなと思ってます。そんなわけでですね、でも2時間20分のフライトなので、離陸後すぐ機内食ということになりますね。一応プライベートスイートなので、こういう感じでドア閉まりますよみたいな、少し開くんですよね。少し隙間が、これはわざとだと思いますけども、そういう設計ということだと思いますが、向こうの方も少し隙間空いてますよね。おそらくこういう設計にしないといけないのかなっていうところですけども、上海までのフライトと同じく、ミックスナッツと、ドライドフルーツが、提供されまして、ビールを飲みながら、もう九州がすぐですね。ほんと早いですね。これが朝食のメニューになります。で朝食メニューはね一択でしたね。この焼きそばみたいな中華料理、これ一択でした。他があるとかウエスタン系の、朝食があるとかそういうのはなかったんで、この麺を選ぶしかないのかなとは思いますけどね。中華料理でよくあるというか、中国のホテルでよくある朝のねバイキングでよくあるやつですね、これ。もうザ焼きそばみたいな感じですけどね。見たまんま味です。皆さんの想像通りの味とお伝えしておきますけど、それにねアトランティックサーモンなんか焼いたのかな、焼いてるやつがくっついてましたけどね。朝食メニューなんでね、
あんまりめちゃくちゃうまかったですこの朝食っていうのは本当数少ないと思うんですけど、機内食でねこれめちゃくちゃうまいなっていうのは少ないですけど、まあこんな感じかなと。もう僕ラウンジでいっぱい食べてたのでほとんど入らないっていう感じなんですけど、大変申し訳なかったですけどね、ちょっと残しましたけどね、入らなかったので、味はそこそこというところじゃないでしょうかね。はい。上海までのフライトでね、普通のというかね朝食じゃない、ランチのね、機内食をいただいたんですけども、そのランチのね、機内食は結構いけたんですよね。僕が選んだやつは結構美味しかったので、米がねちょっといまいちっていうの、ご飯がねいまいちってのありましたけど、おかず自体はね結構美味しかったんで良かったなと思いますし、上海航空ねフルーツ甘いんですよね。これも結構甘かったんですよね。なので少しねシロップつけてんのか砂糖になんかつけてんのかみたいな感じはしますが、でもね甘くて美味しければいいんじゃないって僕結構思っちゃうのでね、良かったと思います。はい。ちょっとね朝ごはんなんでねお酒に合うみたいなねメニューは少ないとは思いますけども、LCC でもないですからね上海航空は。なのでやっぱり、それなりのサービスをしていただけるのかなというふうに感じてますけどね。でこれが、デザート一応食べようということで、僕はデザート全く疎いのでなんだろうこれみたいな、なんかちょっと柔らかいスポンジにふわふわした感じのスポンジのチョコレートケーキみたいなやつでしたけどね。冷凍だと思いますね。冷凍の、ケーキ類だとは思いますけどね。朝ごはん、ちょこちょこ食べながらね、フライトを楽しんでおりましたが、でね僕が本当に個人的に上海羽田の航路が実は好きになったと言いますか、これ面白いなと個人的に思ったのは、結構日本を縦断するんですね、東京まで。九州からダダーっと。でこれ今撮ってるのが有明海でこれアップしたのがこれ佐賀空港なんですよね。なので結構僕地理が好きなので、有明か佐賀空港映ってるわみたいなね。でこれがバーッとここからまっすぐ北に上がると福岡市内だなんて思いながらですね、一人で結構楽しんでたんですよね、このフライトを。で、白ワインとミックスナッツを、食べながらで、なんて言ったってねエンターテインメントというか見るものがねモニターでないので外の景色を楽しめたっていうのもあるんですが、でこれが大分の端っこですね、豊後水道、海を豊後水道って言いますけど、で上の方にちょっと国東半島が映ってってことはあそこが別府かみたいな、こんな感じでねほんと一人で楽しんでましたね。よくよく考えるとなかなか少ないんじゃないかなと思います。こんだけ綺麗に横断していく、日本をね東京まで横断していく国際航路ってない気がするんですよね。で国内線よりも当然高いところを飛んでるので意外に見やすいんですよね、日本がね。でこれ今何を映したいのかよくわからないんですけども、これは何でしょうね、何を映したんでしょうか、ちょっとわかりませんが。でこれがですね上海航空の、東京路線の、ファーストクラスですね。今映してたのがだいたいビジネスの倍ぐらいのスペースがあります。はい。いくらぐらいするかはちょっと分かんないんですが、100万とかは絶対しないと思いますけどね、どれぐらいの値段か分かりませんが、2時間20分ですからね、ビジネスの需要ビジネスじゃないファーストの需要はあんまなかったですね。誰も座ってませんでした。はい。で行きも結構ねお伝えしたんですけど、上海航空のねビジネスクラス、このプライベートスイートは結構足元もね余裕があってねいいんですよね。広々です。でこれまた再び戻ってきましたが、これを映したら関空ですね。キックスがまた綺麗に見えて、ってことは右にどんどん行くと紀伊半島といいますかね、和歌山県、三重県みたいなね感じになってくるかと思うんですが、
でこれもう愛知に入ってきましたね。知多半島が綺麗に見えてる感じですかね。名古屋からね、南に行くと知多半島ですがね、面白くないですかね。僕は面白いんですけどね、中部国際空港を取るの忘れたなってちょっと思っちゃったんですけどね。このようにね三河湾をねこう挟んで、映しておりますけれども、で今度ね見えてきたのが浜松市の上空ぐらいでしょうかね。これはね、静岡浜松で、そこからね浜松から静岡の方に、向かってるような感じになりますけど、おかげさまでね天気が非常に良かったのでね、この後見えてくると思うんですけど、気がつけばですね富士山が抜群の位置から見えたっていうね、こちらマウント富士でございます。あれですよね、本当に絵で見るような富士山の雪化粧。これ逆から見ると、要は山梨から見るとこういう風に見えないんですね、らしいですね。なんか綺麗に上が白くなって下が緑でっていうね、ほんと綺麗でしたね、この日富士山が。でね、こうやって富士山を見ながら、今ここが駿河湾っていうんでしょうね、駿河湾ですよね。でそこから伊豆半島の方に向かっているというような状況でして、本当いい景色でしたね。でね、このようにね伊豆半島に入ってきてるわけなんですけど、やっぱりね方向が少しずつ変わると富士山のねやっぱりこう見え方が変わるというか、雪が雪崩のようにダラダラってやっぱ甲府側はそうなるんですね。だからやっぱ富士山って静岡から見た方が綺麗っていう方が多いんでしょうね。でそうこうしてましたらですね、あれと思ってたんですけど、そのダイレクトに入らずに房総半島側から今回はね結構侵入していくような感じでした。羽田にね房総半島まで行ってからこう侵入していくような感じで、これ横浜とかね、を映してるんですけど、国際航路で羽田に着くのは本当に久しぶりか、もしかしたら初めてかもしれません。成田ばっかりだったので初めてかもしれませんけどね、天気が良くて本当景色が良かったので2時間20分本当あっという間でしたね。でね、いよいよ、羽田到着、着陸となりますけどもね、上海経由で今回ね日本に帰ってきたんですけども、シンガポール、上海、羽田ですね、帰ってきたんですけど、どちらも偶然にも上海航空という航空会社初めて乗りましたけど、シートはもう申し分なかったです。もちろんねプライベートスイートっていう仕様です、スペックですので、申し分なかったのかなと個人的には思います。あと機内食もね十分普通に食べられたというような機内食の内容でしたね。ただシンガポール、上海に関しては前はね中国東方航空が就航してたので、飲み物がね少しちょっとダウングレードしてるなっていうのは正直なところ感じましたけど、それ以外はね先ほどからも言ってるようにシートも良かったですし、あとなんつったってコスパがそこそこいいんですよね。直行便の方がね当然早いし楽だしっていうことはあるんですけども、どうしても片道ずつの手配にねブッキングになるとやっぱり、日経あと S q はね2000ドルを優に超えてしまうので、なかなか厳しいなっていうところもあってね、この上海経由の、東京羽田行きに関しては全部で1600何ドル、シンガポールドルでね1600何十ドルだったと思います。なので結構ね1000ドルぐらい違うんですよね。JAL、ANA、SQ と1000ドルぐらい、買う時点で違ったので結構大きな違いがあるんですけど、
ちょっとね上海で1泊しなきゃいけないとかそういうのがあるのでね、どうかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は個人的に、満足させていただきました。で、日本からねシンガポールに戻る、飛行機に関してはアシアナ航空、福岡発のアシアナ航空を利用させてもらいますので、その模様はね後日アップしたいと思います。てなわけで本日もご視聴誠にありがとうございました。